キヤノンインクジェットプリンター TS6130 インク吸収パッドを洗浄してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ TS6130 です。購入したのは2018年で、今回2回目の B203 エラーが出てしまい、四苦八苦した挙句なんとか修復できました。 B203 エラーに興味のある方は説明欄の URL から別動画をご視聴ください。ノズルチェックパターン印刷ではページが9000枚を超えて、クリーニングも多用したので1701警報が出てしまいました。7年も経つとどうやらトラブルが続発するようです。今回は入れ替えを考えるならダメ元で吸収体交換をやってみようとチャレンジした動画です。インク吸収パッドにたどり着くまでには大変でしたが、構造を知る良い機会になりました。インク吸収パッドは対処できてもインクカウンターのリセット問題があります。それはそれとして吸収パッドへのアクセスも知りたいのでチャレンジしてみます。興味のある方はその顛末をどうぞ最後までご視聴ください。スキャナーの取り外し。最初にスキャナーを外します。作業の流れはまずこのカバーをパタパタして邪魔なので外します。次に吸歯口のカバーです。両サイドのパネルを外すために前面のネジを2本外します。これとこれです。プリンターの後ろを見てみましょう。パネルは背面でも止まっているので左右2本ずつネジを外します。それでは実際にやってみます。スキャナーカバーは持ち上げると上下に少し遊びがあります。こんな感じです。ちょっと上に引き上げてから後ろに倒すと簡単に外れてきます。吸歯口カバーは両端と中央3点の突起で浅くはまっています。中央は持ち上げて右に引くと外れます。そのまま左に引くと右が外れます。突起の形状は外れるとよくわかります。最後回転させて右に引くと外れます。この部分は折れやすいので気をつけます。スキャナーには2本の支柱があって、さらにケーブルでつながっています。分離するにはこの2本のフラットケーブルを基板から外します。この基板カバーをまくってケーブルを外します。ドライバーを準備して蓋を持ち上げ、前面のネジを2本外します。ネジはボトムネジと同じく 3mm12L のロングネジです。次に背面ネジを4本外します。 3mm8L の黒で着色したネジです。このネジを外すとサイドパネルを外すことができます。カートリッジを取り出してサイドパネルを外します。サイドパネルは下2箇所、上3箇所の爪で止まっています。下はエジェクト用の穴があるのでそれを使います。上は覗くと両サイドと真ん中に爪が見えます。爪のところには矢印がついているのでこんな感じで爪を外します。エジェクト用の穴を使って下の爪も開放します。外れました。前面パネルから基板へフラットケーブルが伸びています。右も同様に行います。こんな感じで爪を開放すれば
簡単に外れます。パネルは手を離すと再度固定されてしまうので、外れるまで軽く手前に引いています。パネルを手前に引きながら底面のエジェクトをします。外れました。右側はこのようになっています。スキャナーを外すためにヒンジのネジを外します。これです。このまま緩めてもスキャナーからヒンジが外れなければ蓋は下がってきません。この状態ですね。これで準備ができたのでスキャナー本体を外します。蓋を開けたらヒンジをずらしてさらに大きく開けます。ヒンジのネジを外したのでスキャナーを開くことができます。この2本のフラットケーブルを外しますが、そのために基板カバーをめくります。カバーは爪で止まっていて、奥から手前にめくるように外します。戻すときは右端を差し込んでから爪をかけます。フラットケーブルは引き抜くだけです。右のケーブルはシールで貼り付いています。コネクターから抜いたらシールごと剥がします。取れました。スキャナーはこの状態で上に持ち上げれば外れます。外れました。前面パネルの取り外し。パネルを外すためにケーブルを外します。後ほど背面カバーを外すので、その関係ケーブルも外しておきます。コネクターは電線を引っ張って抜かない方が良いので、コネクターを慎重に抜き取ります。コネクターはロックがなく一方向にしか差し込めないので、向きは気にしなくとも良いです。これから側面に取り付けてあるフラットケーブルをホルダーごと外します。ケーブルはホルダーがフックに引っ掛けてあるだけなので簡単に外すことができます。フラットケーブルを抜きます。フラットケーブルはフレキシブルですが、差し込み口のところだけは硬くなっています。それで差し込みが可能なのです。ケーブルホルダーはこのようになっています。ホルダーはフックに段違いで引っかかっているだけなので、こんな感じで外していきます。パネルは両サイドのネジと上端の爪で固定されています。脇のネジを外しました。反対側も外します。この部分に爪があるので順次外します。固定方法はこのようにシンプルに考えてあります。外れました。隠れていた内部カバーの前面が現れました。このカバーと背面カバーを外したら、いよいよ本体ユニットを外します。内部カバーの取り外し。内部カバーを外すには前面のネジ2本とこのコネクターを抜き取って外します。左に外したネジが見えていますが、非常に少ない印象です。コネクターは先に外しても良いのですが、外しにくいので私は後にしました。このコネクターを外すと分離できます。外れました。
コネクターです。これがストッパーっぽいのですが、関係なく外れてしまいました。背面カバーを外すにはネジを3本外します。続けてこの部分の爪と背面の爪を外します。ヒンジを外しました。順次爪を開放します。背面の爪です。外れました。本体ユニットの分離。接地線を外します。このネジだけ他より小さいですね。これから左右のボトムネジを外します。左側のボトムネジ3箇所です。後ろ側を除いて前2本はマグネットドライバーでないと穴の底なので外しにくいです。ネジは緩めることができても引き上げることが難しいです。外れました。ロングネジです。右側のボトムネジ4箇所です。2箇所目のネジはこの下に隠れています。ちょっと分かりにくいですが、これを外さないと分離できません。戻すときはピンセットを使ってシャーシの穴に差し込みます。照明を当ててもよく映りませんのでご容赦ください。実際に実機を見ると確認できるはずです。右側のボトムネジ4本を外していきます。容量は左側と同じです。先に背面の蓋とローラーを外しておきます。ここは紙詰まり以外はめったに開けない場所で、このローラーも外すことはまずありません。ネジを外しますが、2番目のネジも含め割愛させていただきました。これで分離可能になりました。本体ユニットを外します。ここまでが吸収パッドへのアクセスです。印刷枚数が9000枚を超えているのでパッドは真っ黒です。インク吸収パッド。本体ユニットを外すとようやく吸収パッドが現れます。よく見るとあらゆる隙間を使ってパッドを敷き詰めてあります。このようにプラスチック材の下にも敷いてあります。しかも2層になっています。ヘッドの格納部の下は3層になっていました。ネットでは100均のコットンを詰めると書き込みがありますが、仕切り板が多くそれも大変です。パッドはこのようにいくつもある仕切り板を縫って敷き詰めてあります。ネットで吸収パッドを探しましたが、キャノン用は見つかりませんでした。ここに薄いフィルム状のセパレーターが入っています。セパレーターかどうかも分かりませんが、支柱に通してあります。固定もされていないので、これも一緒に洗浄します。インク吸収パッドの洗浄。お湯で洗っていますが、いつまでもインクが湧き出てくるイメージです。手にはグローブをしないとインクがついてしばらく落ちなくなります。
洗面台には色はつかないようです。パッドの収納スペースがパズルのようになっているので、パッドを自作するのも大変です。洗浄後は白くはなりませんね。パッドを戻す前にきれいにしています。仕切り板がパズルのようになっているので清掃も大変です。このくらいきれいになれば良いでしょう。ここが山荘の場所で、こちらの狭い場所にも詰めてありました。こうして見ると空きスペースを最大限利用していることがよくわかります。組み立てとエピローグ。最後に組み立てを時系列に流します。 TS シリーズも8000番台に進化してインクも6色に変わっています。しかしインクの数や外見は変わっても基本的な構造はほとんど変わっていません。6000も8000もネジの位置構成は同じなので同様に分解することができます。引っ掛けている爪の位置や構成も同じです。接地線の場所や配線がフラットケーブルに変わっていたりしていますが、接続箇所も同じです。なので6130が分解できれば6000番台はもちろん8000番台まで分解することができるようになります。実は私はプリンターを頻繁に使いません。この手のプリンターは使わないとインクが乾いて固着してプリントヘッドを傷める原因になります。かといって多用しても同じで、今度はインク吸収体の満杯警報が立ちはだかることになります。満杯警報は印刷枚数が少なくともノズルクリーニングを多用しても発生します。ヘッドの修理や吸収体交換は新品を購入した方が良いほどの額になります。安い中古のヘッドに交換する手もありますが、吸収体の満杯は必ず訪れます。プリンターが1台あれば非常に良い環境にはなりますが、使い方には注意をしたいものです。やってみたい方は自己責任でお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。